リスナー、やっと来てくれた。あんたがいないとこの怪異対峙隊の戦力は大きくそがれちゃうんだから。戦闘なら私だって役に立つと思うけど。確かにスーちゃんは起きてる時が一番頼りになるもんね。ケイちゃん、これ以上私をからかうならもう胸元で岩を砕くやつに付き合ってあげないから。記録上の正式名称は獣王氏傘下西洋逃亡事件特別処理行動隊。これは獣王の命によって結成された部隊の名前。この前の水炎の事件の時に無事だった人を招集して、各々が最も得意とする方法で西洋を見つけ沈めてもらうことを目的としてるの。そう、これは獣王が自ら命令を下して実現させたこと。それ以上のことは知らされてないけど、大体の理由は想像がつく。フォフォは半眼で、私は運気軍。そして獣王氏には指示を出すっていう責務がある。あんたはまあラフのために汗を流した天外の友だし。でもなんでケイちゃんみたいな一般人まで招集したの？すごく危険そうだけど。わかった。私が力になれるわけない。かえって面倒事を増やすんじゃないかって思ってるんでしょう。泉州のどんな花や草にも意義があるように、慶内墳にも長所がある。人前に顔を出している大道芸人であり配信者でもある彼女は、どうやって必要な情報源を増やしていけばいいのかよく知ってる。そこで慶内墳にはあるサイトでアカウントを作ってもらったの。奇妙な事件の解決を名目に、そこからみんなの行動に役立つ情報を手に入れようと思って。スーちゃん、聞いた？今回は力になるどころかすっごい役に立てるみたい。獣王氏の倉庫としてみんなの役に立てるのってすごいことだよね。ちょっと、私も学があるわけじゃないけど、倉庫っていい言葉じゃなくない？半眼であるフォフォはみんなに指示を出すよう命じられてる。西洋に関する問題に遭遇したら彼女の指示に従って。はい、必ず使命を全うしてみせます。フォフォ様、そろそろ行動を開始しようか。私のことは呼び捨てにして。本当のことを言うとね、今の私がみんなの役に立てるかどうか自分でもわからないの。尻尾が消えて私もやめさせられると思ってたのに、どうしてかカンア様は私をみんなの指示役にした。自分でも信じられない。とにかくみんなの足を引っ張らないように頑張るから。本題に戻るけど、水炎に沈伏されてる不縁の他にも、航路が壊れた時に外に逃げ出した西洋はたくさんいるの。獣王氏が把握してる西洋の習性によると、大抵の場合、人の多い場所に行って宿主を探すんだって。だからきっと西洋の行く先々で原因不明の怪異事件が起きてると思う。慶内墳さん、例のサイトを見せてもらってもいい？私はまだ登録したばかりだから
あんまりフォロワーがいないんだよね。他のプラットフォームでの経験を踏まえると、フォロワーが増えれば怪異事件に関する情報を提供してくれる人も出てくると思う。そう、結構大変なんだよね。一目で嘘ってわかるのもあるけど、中にはネット上の断片的な情報だけじゃ嘘かどうか見分けるのが難しいものもあるから、閲覧数を稼ぐためにいい加減なことをでっち上げる人もいるし。それじゃあやっぱり私たちが直接確認するしかないってこと？うん、私たちだけじゃなくて獣王氏の名査たちも秘密裏に調査するけど。注目を集める。ケイちゃんは得意だよね。普段から私を使って大道芸を披露してるもん。でも怪異マニアたちがいるのはネットの中だし、どうやってフォロワーを増やせばいいの？それなら簡単。怪異を退治して、つまり西洋を人服する過程を公開すればいいの。私たちは今獣王氏のお使いをしてる。私たち以上に特ダネを持ってる人なんていないでしょ。カンアさんは同意してくれたよ。西洋の捕獲っていうネタを使ってフォロワーに情報をもらうサイクルを作りたいって言ったら問題ないってさ。ちょっと待って、それって秘密裏に行動するっていう原則に逆らうことにならない？それに西洋は感情を食べるとき、よく被害者が心の奥底に隠してることを暴露する。被害者をネットで公開したりしたら二次被害につながったりしないかな。私は別にあなたの意見を批判してるわけじゃなくて、ただ少し心配だなって。私としては秘密裏の行動と怪異の暴露は矛盾するものじゃなくて、むしろ同じことだと思う。被害者の名前は伏せて、私たちが怪異を退治してる様子だけを、強烈な戦闘の映像だけを残して刺激的なタイトルをつける。例えばケイちゃんの怪異探索、運気軍の美少女が夜道で怪異に遭遇、3秒後ヨウマは後悔したとかね。西洋を捕まえる行動は私たちによって人の目を引く娯楽動画に変化する。人々は似たような出来事にも半信半疑になって怖がる気持ちも消えるってわけ。ちょっと、なんでまた私が出てくるの？まあケイちゃんの案に一理あるのは認めるけど。支持してくれてありがとう。さすが私の悪友だね。もちろんみんながこの怪異退治の方法をあまり信用してないのは分かってる。だからまずは情報を探して何人か選んで試してみよう。ほら見て、この投稿結構コメントがついてる。白露様が逃げ出した？これの何がおかしいの？龍女様はしょっちゅう逃げ出してるじゃん。重要なのは逃げ出したじゃなくて下の文章の方。探偵士の医師が白露様を捕まえようとした瞬間、白露様は忽然と姿を消し、医師は肩透かしを食らった。コメントを見る限りかなりの目撃者がいるみたい。龍女様が脱出マジックを使えるなんて話聞いたことないよね。確かに西洋の仕業っぽい。西洋はもともと感覚を操ることが得意で、文献にも姿を変え奇妙な行動をとっていたっていう記録が残ってるの。じゃあこんなところで突っ立ってないで早く行動を起こさないと。まずは目撃者に話を聞いてみる？そうだね。出発する前に情報を集めた方がいいと思う。西
陽が何をしたいのか、何ができるのかを知ることができれば、取りつかれた人を助けるのに役立つはずだから。当事者に聞くのも一つの手だけど、この人たちは西洋について何も知らない。あんまりまとまってないんだけど、ちょっと思ったことがあって、私たちには別の情報源があるんじゃないかなって。そうじゃん。西洋たちはずっと同じ場所に閉じ込められてたんだから、極州仲間の気質もよく知ってるはずだよ。フエンに会いに行くって考えただけで怖くて死にそうだけど、でもきっとフエンは私に会いたくて食べたくて仕方ないと思う。フエンは尻尾にしてやられてからずっとそのことを根に持ってる。その闘争心を刺激できれば、フエンを私たちの思い通りにできるかもしれない。退屈でおかしくなりそう。たまに飛んでくる虫すら面白く見えるくらい。でも今回は何匹か一緒に飛んできたみたいだね。フエン、聞きたいことがあるの。私たちの仕事に協力してくれない？水炎に入った瞬間気絶してた小娘。何日か会わなかっただけですっかり強気な口ぶりだね。私の剣はどこにあったの？待ってなさい。そうだよね。一時の我慢で風は穏やかになり、一歩引いて考えれば考えるほど腹が立ってくる。フエン、ちょっとした油断で負けて悔しいんじゃない？小狐、私に何をしてほしいわけ？あの番犬の行方が知りたいとか？悪いけどあいつは跡形もなく消えたの。そんなことはどうでもいい。それよりあなた、やっとのことで航路から逃げ出したんだよね。今は西洋がラフのあちこちで好き勝手してるのに、自分はここで少しも動けない。悔しくないの？お前たち、私に同族を裏切って自分たちに手を貸せって言いたいの？条件がある。私は過去の大採用良源と将軍の勝負を再び始めたい。今のラフの将軍を私の前に連れてくれば話を聞いてやってもいい。将軍？何？できないの？ハンガン様は西洋と取引をする決意が足りないみたいだね。こいつ、最初から応じる気なんかないくせに。フォフォ、まさか本当に？わかった。新作府に行って将軍様を呼んでくる。一休みしよっか。スマホのバイブもオフにしよう。七死人運気軍
獣王氏の反乱に大道芸人。これは珍しい組み合わせだな。将軍様、私のこと知ってるの？私ってそんなに有名だったんだ。護衛の元凶から聞いたことがあってね。君は彼の剣を奪い手ぶらで帰らせることのできた数少ない人物だ。思い出した。本当にごめんなさい。ついテンションが上がって剣のみを披露したんだけど、解散するときに剣を返すの忘れてた。ところで今日は一体どういう風の吹き回しで私に会いに来たんだい？将軍様は多忙の身。本来なら西洋の剣は獣王氏の管轄なので、あなたの手を煩わせるわけにはいきません。でもあの妖魔たちが好き勝手に動き回るのを放っておくのはきっと。ああ、先代の将軍が妖魔と戦ったという逸話は聞いたことがあるが、単なる作り話だと思っていた。まさか当事者が復讐のためにやってくるとは。だが私のところに来るのは筋違いではないか？いいことを言う。汚染者が処理するという原則に従うなら、こちらも当事者を出すべきだが、東行将軍は私の尊敬する先輩だ。その後を継いだ以上、この問題を座視するわけにはいかない。相手がラフの将軍に会いたいと言っているのなら、それに従おう。将軍様、西洋という魔物は人の肉体を奪うのが得意なんです。もし懸念があるなら。配慮に感謝する。正直妖魔機械を相手にするのは得意ではないが、西洋が逃げ泉州の民たちに災いが降りかかっているのなら、将軍である私が責任を負わなければ。すまないが諸君は先に行っていてくれ。手元の公文書の承認が終わり次第、私も水燕に向かう。円の中では見かけなかった。人間、お前は誰？西洋、君は将軍との戦いを再開したいのだろう。私は招待に応じてここに来たんだ。あなたが会いたがってた人を連れてきた。今新作譜を収めてるのはこのケイゲン将軍だよ。こいつが東大の将軍？はあ、寝起きみたいな顔して見るからに弱そう。東行はあいつなんでこんなやつを後継者にしたわけ？ま、泉州人に部を競わせて新しい将軍を決めるなんて非現実的だけど。じゃあケイゲン将軍、この水燕で私と勝負しない？もし私が勝ったら好きにさせてもらう。私は招待に応じてきたと言っただけで、君と戦うことを承諾したつもりはないが。は？戦わないの？お前戦わないって言ってるの？あの戦いを再開するためにここに来たのに、それに応じない。まさか戦わずして私が勝ったと認めるということ？いや、人間の論理では戦わないことと勝つことは同じじゃない。君は誤解している。私がここに来たのは
まさしく当時の戦いを再開するためだ。ただ君はまだそれにふさわしくない。なーによ。東行はラフの将軍として雲騎軍を統率した。両元は西洋の長として群馬に命令を下していた。その両者が天風地裁の戦いを繰り広げるのは実に理にかなっている。しかし今私は泉州の将軍だが、君は両元ではなく一介の囚人だ。私と戦いたいのならこちらの決めた規則に従い我が軍隊を打ち破り、私のいる本営までたどり着いてみせなさい。そうすれば君に機会を与えよう。お前の軍隊？ああ、これが条件だ。君は私の後ろにいる4人と戦って勝つ必要がある。私たちそれって問題があるんじゃ。そうそう、武力で解決できる問題は問題じゃないよ。この4人の総評に勝つだけでいいわけ？この4人を見くびらない方がいいと思うが、それぞれが卓越した技を持っており、闘志も忍耐力も素晴らしい。君の手には負えないのではないかと心配になるくらいだ。もし君が勝ったら過去の戦いを再開しよう。だがもし負けたら4人の質問に答えなければならない。嘘も言い逃れもダメだ。この条件を飲むか？飲む。この高台を5番、人を駒として勝負しよう。たった4人の増票で私を苦しめるなんて。私にだって自分の駒があるんだから。駒ども、私の命令を聞け。お前たちに力を与えよう。西洋の奇術を見せてやる。君の負けだ、フエン。調子に乗るな。もし私が両元の全ての力を持ってたら、お前たちなんかに負けたりしなかった。戦の勝敗は陛下にも予測できない。君が改めて挑戦したいというのならいつでも付き合おう。もちろんこの4人に勝つことが条件だが。ならもう1回だ。次の戦いを始める前に約束通りこっちの質問に答えて。本当に煩わしいチームで、何が聞きたいの？これを見て。これは西洋の仕業。航路に封印されてた西洋はたくさんいる。外に出た理由だって報復のため、好奇心のため、あるいは飢えを満たすため。それぞれ違うんだから、どの西洋がお前たちの龍女をさらったかなんてわかるわけないじゃない。でも心当たりがないわけじゃない。例えばトロビとか。あいつは遊ぶことが大好きで、人を操ることに興味がない。自由に遊び回ることばかり考えてる。両元が分裂した断片の中でお前たちの龍女をさらいそうなのはあいつしかいない。封印されてからの1000年間、私たちは人間の喜怒哀楽を味わうことができなかった。
トロビも我慢できずに遊び相手を探し回ってたんだろうね。クエンの言葉は多分本当だと思う。西洋の気象はそれぞれ違っていて、取り付いた相手の性格に影響されるの。好戦的な戦士に取り付けばだんだん喧嘩っ早くなる。遊びたい盛りの子供に取り付けば童心を持った個体になる。白露様はよく家を抜け出して金人港に遊びに来てるから、まさに自由を求める子供って感じだよね。この手がかりがあればきっと任務もうまくいくと思う。ちょっとまだ賭けは終わってない。もう一回勝負しなさい。くそ、たった一回勝っただけで偉そうに。もう一回、もう一回。事の見通しはついた。西洋を鎮めるため諸君には迅速に行動してもらいたい。ありがとうございます、将軍様。みんな出発しよう。もう何日も金人港に戻ってきてなかったけど、自分の庭に帰ってくるとやっぱり慣れ親しんだ感じがしていいね。じゃあ道案内とか聞き込みとか全部ここの顔役のケイちゃんに任せようかな。私と漫才したいわけ？すぐにからかうんだから。あそこ見て、あの二人探偵士の服を着てる。多分龍女様を探しに来たんだよね。龍女様が急にいなくなって途方に暮れてるんだと思う。でも聞き込みをするときは身分を明かさない方がいいよ。あと西洋が取り付くとかって話にも触れないようにしないと、もしかしたらパニックになっちゃうかもしれないから。分かってるから安心してハンガー様。市民との円滑なコミュニケーションの取り方は運気軍の必修科目だからね。こんにちは。その服装って探偵士の医師だよね。私は運気軍の兵士、スショ。あんたたち行方不明になった龍女様を探してるの？なんで運気軍まで動いてるんだ？君、報告したのか？まさか。僕は地公使にも知らせていませんよ。この件は少しおかしい。報告したりしたら注目を集めるために騒いでると思われてしまいますから。なんで運気軍はこのことを知っているんですか？いい質問だね。実は私たちは10小隊。町を巡回していろんな緊急事態に対応するために派遣された運気軍の治安第10小隊なの。ほら、粗骨者が面倒な仕事ばかりする小隊、わかるでしょ？わかります。僕たちも面倒な仕事を任されているので。とにかく私たちは龍女様が消えたって聞いて、何か助けになれないかと思って急いで駆けつけたの。あれ、そちらの種族の民の客人は請求列車の方ですよね。龍女様があなたの話をしていたのを覚えています。君たちが手を貸してくれるのならとても助かる。ただまだ私たちも状況を把握できていないんだ。ええ、龍女様を捕まえたと思ったのに、まさか彼女がパッと消えていなくなってしまうなんて。それに龍女様を追っていた時、彼女が2人いるところを見たんだ。本当に訳がわからない。まさか
私たちは2人の年齢を合わせても500歳に満たないんだぞ。じゃあ仕事で疲れてたんじゃない？探偵士の医師は毎日負傷者や病人の面倒を見てるから幻覚を見やすい状態にあるっていうし、泉州の道徳の模範として2人とももっと体を大事にしないと。お嬢さん、本当に僕たちのことを理解しているんですね。この件が終わったら休暇を取りましょう、先輩。それで最後に白露様を見たのはどこなの？あっちの道です。なんだかあそこ、子供の笑い声が聞こえる気がするんですよね。風の音でしょうか。2人はゆっくり休んでて、私たちが代わりに探してくるから。白露様は多分2人が自分を探し回ってるのを見て出てこれなくなっちゃったんだよ。でも彼女の友達がいれば出てくるかもしれないでしょ。ああ、わかった。それじゃあお言葉に甘えて君たちに任せよう。白露様、白露様、どこにいるの？龍女様、出ておいで。一緒に遊ぼう。なんで白露様が2人も。やつら一緒に遊ぼうと言っておるぞ。バカ、あんなの嘘に決まってる。お前を捕まえて家に連れ戻そうとしてるんだ。誰にも捕まらない遊びをしよう。なら逃げねばな。出たー！スーちゃん、びっくりさせないで。そっくりな白露様には驚かなかったけど、スーちゃんの叫び声で心臓が飛び出そうになったじゃん。ごめんごめん、西洋の仕業だって分かってたんだけど、やっぱり怖くってさ。スジョウさんの気持ちすごくわかる。獣王市で長く働いてるけど、いつまでたっても妖魔の怪異事件にはなれないもん。西洋は私たちの感覚をごまかしてるだけだから、とにかく探してみよう。きっとまだ近くにいると思う。笑い声は聞こえるのに誰もいない。私なんだか少し怖くなってきちゃった。そうそう、すっごく怖いんだから。声はこの中から聞こえるみたい。開けてみるからみんな気をつけて。あれ、開かない？変なの。これも西洋の仕業なの？追いかけてくる人を拒む強い警戒心があるみたい。でもどこに出没するかは分かったから、これを使ってみよう。この鈴は同心の必鈴って言って、水炎での災いの後、獣王子が西洋に対抗するために用意した道具なの。西洋は関係ない人たちを元凶の外に追い出して、被害者だけを中に残すんだけど、この鈴を鳴らせば私たちの思考の波長を西洋と同調させることができる。でも具体的な原理は私にも説明できないんだ。説明書を読んでたら日が暮れちゃう。つまりその鈴を鳴らせば西洋は私たちを仲間だと思って奴が作り上げた元凶に入れるようになるってこと？入った後に
やってトロビを捕まえるかについてはまた考える必要があるけど。私たちの中で一番すごいのはあんただから、あんたが開けてくれる？くれぐれも気をつけてね。準備ができたら鈴を鳴らして扉を開けて、みんなで突入しよう。扉の向こう、どうしてこんな場所に？ただの西洋の目くらましだと思う。ちょっと、そこにいる西洋、早く白露様を解放しなさい。邪魔なやつらね。僕たちはここで楽しく遊んでたのに。白露はお前らとなんか帰りたくないってさ。トロビー、こやつらはわしを探しに来たんじゃ。外も暗くなってきておる。そろそろ帰った方が良いのではないか？白露、大人には見つからないようにしようって約束したじゃんか。絶対に家には帰らないって。お前、まさか約束を破るのか？そうじゃったな。大人は平気で約束を破るが、わしらはそんなことはせん。そうだそうだ、お腹が空いたら食べきれないほどの玉緑串を出してあげる。喉が渇いたら飲みきれないほどの干し芋プルップルを出してあげるよ。なんと、早く出せ、早く。今はまだダメ。まずはみんなで一緒に遊ぼう。おい、悪い奴らも聞こえてるか？お前たちも一緒に遊ぶんだからな。白露、僕たち2人で逃げて、この悪い大人たちに捕まらなかったら、美味しい食べ物と飲み物を出してあげる。おお、なら今すぐ逃げねばな。好きなように逃げよう。空が真っ暗になるまで一緒に遊ぼう。こら、逃げないで。僕はもっと外で遊びたいだけなのに、何が悪いの？なぜわしは大人の言う通りに暮らさねばならんのじゃ。みんな、今は遊んでいる場合ではない。大きくなってから遊べという。じゃが、探偵士の大人たちも遊ぶ暇などなさそうではないか。もう追いかけてくるな。ちょっと楽しく遊ぶことも許されぬのか。前の扉を閉めれば、彼女はあっちに逃げるしかない。テキュー様、あの2人足が速すぎるよ。これは西洋の力だと思う。まずは一息ついて。倒れそうだよ。作戦会議しない？こんな風に闇雲に追っても追いつけないと思う。頭を使わないと。スーちゃんみたいな肉体派でも頭を使わずにいられないなんて。それはすごいね。でもあ
あんた口から泡吹いてるけど。待って、いいこと思いついた。逆にしたらどうかな。白露様を追いかけるんじゃなくて彼女の方から来てもらうの。ケイちゃん、何わけのわからないこと言ってるの？あの龍女様が自分から来るわけないじゃん。今の鬼ごっこで子供の頃にいた星のことを思い出したの。そこは資源に乏しくて、お肉を食べようと思ったら危険を冒して鉱山の奥に入ってウキイタチっていう動物を狩らなきゃいけなかった。そのウキイタチってのが飛ぶのは速いわ、警戒心は強いわで、どんなに腕がいい人でも捕まえられなかったんだよね。ケイちゃんの昔話モードが始まっちゃったね。ちゃちゃ入れないで最後まで聞いて。ウキイタチの生態は特殊で、ナキトカゲっていう毒を持った生物と共生してるの。ウキイタチは餌を探しに行くとき、ナキトカゲに自分の子供を守らせるんだ。そこで私たちは巣に行ってナキトカゲを捕まえることにした。ナキトカゲは捕まると鋭い声で鳴いて、ウキイタチに巣に戻って子供を守るよう警告するの。つまり向こうからこっちに飛び込んでくるってわけ。生存競争は公平だよ。ナキトカゲはメイノウと目玉から猛毒を噴射するの。だから防護が不十分だった仲間はみんな命を落とした。それで今の昔話とケイちゃんが思いついたっていう案にどんな関係があるの？もう分かりやすく話したのに。要するに片方捕まえればもう片方も自分から罠にかかってくれるってこと。前に半眼様が増月のひょうたんっていう太陽を吸い込めるお宝を持ってたの。私が壊しちゃったあれってまだあるかな？ひょうたんならあるけど、太陽が近くにいる時にしか使えないよ。フォフォはひょうたんを持ってこの四角で待機して、残りの人たちで白露様を追い込もう。白露様を捕まえたら太陽が現れて罠にかかってくれるってこと？太陽ってそんなに情に熱いの？さあ、でもフエンが言うにはトロビは子供っぽいらしいし、試す価値はあると思うよ。大人たちはいつも大人の方が大変だって言ってるけど、おかしいと思わない？だって大人も最初は子供だったわけだよね。なんで昔の自分と今の自分、どっちが大変かなんて比べるんだろう。そうじゃそうじゃ、なぜ意味のわからんことばかりわしに聞かせるんじゃ。落ち着いてください。あなたは太陽に取りつかれているんです。今あなたが考えていることはあなたではなく太陽が考えていることで。嘘じゃ嘘じゃ、わしにはずっと遊び相手がおらんかった。今日初めて遊び相手ができたというのに、主らは奴を捕まえようとしておる。大人って本当に卑劣だよね。子供の楽しい時間を奪おうとするんだもん。
しっかりして西洋に罪悪感をかきたてられないように。やっぱり自分から網にかかってくれたね。本当はお前たちも楽しい子供の世界に連れて行ってやろうと思ったのに、どうしても嫌って言うなら僕が暴力に頼るのも仕方ないよね。暴力だけがお前たち大人に通じる唯一の言葉なんだろ。子供を叱るときによく使ってるもんな。ごめんね、白露。僕、大人に叱られちゃった。もう一緒に遊べない。トロビー、絶対に大人の元には戻らぬと指切りしたではないか。大人は嘘をつくが子供はダメじゃと。でも、僕にはどうにもできないんだ。どんなに長く遊んでも、いつか終わりの時間が来る。でも、今日は遊べてすごく楽しかった。また今度遊ぼうね。今度はないよ。ファファ、お願い。トロビー、次に会えるのはだいぶ先になりそうじゃ。僕たちにはたくさん時間がある。だから、白露が思ってるほど長くは感じないと思う。しばらくは、この大人たちと一緒にいなきゃいけないみたいだけど。いいかな、白露様。もう遅いからそろそろ家に帰らないと。少し記憶が曖昧じゃが、変なことをたくさんしたような気がする。落ち込まないで、白露様。今までのことは自由に遊べた夢だと思えばいい。白露様は何も悪くないんだから。じゃが、皆がわしのために走り回ってくれたことは覚えておる。本当にすまぬ。他人に縛られたり管理されたりしたら逃げたくなるのは当たり前だよ。問題があるのは、行動を正そうとしてくる大人ややるべきことしか考えない人たちの方だと思う。謝罪の言葉を考えておったのに、主の今の言葉で何を言えばいいかわからなくなったではないか。なんで謝るの？私だって白露様と同じだよ。もうすぐ成人になっちゃうけど、子供の時に裸足で走り回ってた日々が懐かしくてたまらない。お兄ちゃんに叱られて、ああしろこうしろ、もう少し大人になれって言われてね。それで反抗して逃げ出したの。家族から離れても元気に過ごせることを証明したくて。だから私は泉州にいる。龍女様でも私みたいな普通の人間でも同じような経験をしてるんだね。いつの日かきっと白露様も今の日常から離れて新しい生活を始めるための力が身につくから。だから今は目の前の楽しさを大切にして、目先の問題に悩まされて謝ったりしないことをおすすめするよ。主、なかなか人を元気づけるのがうまいな。探偵士の遺憾で心理医師をしてみる気はないか？この子本当に家出なんかするタイプなの？実際に話してみると皮肉っぽいというか、すごく大人びてる気がするんだけど。こんなところで立ち話しない方がいい気がする。ここは薄暗くて気味が悪いから、場所を変えて話してもいい？正直に言うと、トロビって私の印象にある他の採用ほど危険じゃなかったんだよね。今回はたくさん走り回ったけど、命が危険にさらされるほどじゃなかった。でも、あともう少し走ってたら労災を申し込むことになってたかも。西洋に善悪の概念はなくて、ただ自分の欲望と感情に従って動いてるの。
他の作用を捕まえる時もこのくらい楽だったらいいんだけど。わしも苦労して探してくれた医師の2人に自首せねばな。待って。他にも何かあるのか？私たちもっとたくさんのフォロワーから西洋の情報を提供してもらえるように、この怪異事件の調査報告をネットにアップしないといけなくて。なるほど。龍女が西洋に取りつかれたと触れ回るのは良くないから、わしの名前を隠して大げさな題名をつけねばならんのだな。そう、この出来事を怪異事件として印象づけたいんだ。大げさであればあるほどいい。それでこの怪異事件は私たちによって無事に解決したって宣伝するの。写真や動画をつければきっとみんなに注目されて、いろんな情報をゲットできる。それは構わんが、どんな題名をつければよいかの。ね、前にあんたが一緒に作ったっていう講談をシエン先生のとこで聞いたことがあるんだけど、その時あんたはでっち上げるのが得意なんだなって思ったんだよね。みんなで知恵を出し合わないと。ほら早く考えて。わかった、よーく話し合おう。このタイトルいいね。みんなはどう思う？よし、じゃあこれで決定。白露様もあの2人を待たせないように早く帰ってあげて。あの人たちも苦労してるみたいだからさ。今回は世話になったな。わしは先に行くとする。やっと西洋の事件を一つ解決できたね。西洋を捕まえるのがこんなに大変だったなんて。まだ終わりじゃない。カンア様の言いつけ通り、一旦西洋を捕まえたらすぐに水炎に戻って側系大蛇人の妖魔鎮めの塔に閉じ込めないと。これで一件落着だね。やっとゆっくり休める。でも外をうろついてる作業はまだいっぱいいる。そんなに長くは休めないと思う。賛成。今はとにかく休もう。西洋を捕まえるのは私の心肺機能が回復してからにして。
一休みしよっか。スマホのバイブもオフにしよう。これも仕事。
一休みしよっ。このバイブもオフにしよう。時の流れは流れは早いな。水炎っていつからこんな風に。